嘘をついて生きていくよりは、アホだと思われて笑われて生きていった方が、私はすごく自分の生き方だなと思ってます。俺をキレさせたら大したもんだよ。長州力、イデオロギー闘争に明け暮れた革命児。長州力はなぜ革命児と呼ばれたのか。今ではすっかり面白キャラとして世間に浸透した長州力。彼はかつてプロレス界で燦然と輝いた孤高のスターです。プロレス界には数多くのスターが存在しますが、その中でも長州力は得意な存在でした。闘志あふれるファイトスタイル、辛辣な言葉、そして新日本プロレス内で数多くの抗争を巻き起こした姿勢は、多くのファンに革命児として印象づけられました。なぜ彼はそこまで戦いにこだわり、自らの力でプロレス界に革命を起こそうとしたのでしょうか。長州力の歩みとイデオロギー闘争。長州力、本名吉田光雄は1951年に山口県で生まれました。中学からレスリングを始め、高校には特待生として入学。専修大学進学後は国内外で活躍し、ミュンヘン五輪のレスリンググレコローマンスタイルに韓国代表として出場を果たします。その後、卒業後に新日本プロレスへ入団します。デビュー当初は地味な存在でしたが、1977年のアントニオ猪木との対戦を機に評価が上昇。その他の彼を語る上で欠かせないのが、1982年に起こしたカマセイニャ発言です。当時、新日本プロレスはアントニオ猪木を頂点とするヒエラルキーが確立されていました。しかし、長州はなぜ自分が猪木や藤波たちのカマセイノでいなければならないのかと疑問を抱き、リング上で猪木や藤波に対しての不満を爆発させました。これがイデオロギー闘争と呼ばれる構造的な対立の始まりでした。この宣言により、長州は猪木ら正規軍と真っ向からぶつかる立場になり、革命軍や維新軍の結成によってファンの支持を集めます。特に藤波との抗争は名勝負数え歌と称されるほど激しく、80年代の日本プロレス界を代表する伝説的な戦いとなりました。プロレス界に刻まれた長州力の功績。長州力の影響は新日本プロレスにとどまらず、プロレス界全体に広がります。長州は率いていた維新軍と共に新日本プロレスを退団し、ジャパンプロレスを設立します。さらにライバル視していたジャンボ鶴田の所属する全日本プロレスへ主戦場を移すなど、自らの信念に従って行動し続けました。その結果、新日本プロレスと全日本プロレスの間で選手の流動化が進み、日本のプロレス界はより活発になります。その後、全日本プロレスにおいて三冠統一前の PWF 王座を奪取するなど、トップレスラーとしてのキャリアを積んでいきました。しかし、レスラーとしてのキャリアに反してジャパンプロレスの経営は行き詰まり、新日本プロレスへ出戻りとなる移籍を行います。新日本に復帰してからは名実ともにトップレスラーとしての活躍を見せ、 UWF との構想や闘魂三重士のプロデュースなど数多くの功績を残します。猪木の一線を退いた後はマッチメーカーとして現場を取り仕切り、多くのドーム興行の成功や G1 クライマックスベストオブスーパージュニアの設立、 UWF インターとの構想など、新日本プロレスの全盛期を築き上げます。その後も引退したり復帰したり団体を設立したりと、プロレスラーとしてのあるあるは続きますが、2019年に正式に引退することになります。彼のファイトスタイルも後進のレスラーに大きな影響を与えました。パワフルなサソリ固めやラリアットを中心とした荒々しい攻撃、相手の攻撃を徹底して受けるファイトスタイルは多くのレスラーに影響を与え、今もなおプロレスの定番となっています。さらにタココラ問答などマイクシーンにおける独特な言葉運びも名言として語り継がれ、彼のキャラクター性は幅広い層に支持されました。長州は引退後もバラエティ番組や SNS で独特の存在感を発揮し、新たなファン層を獲得しています。その実直な性格やチャーミングな言動、何事に対しても真面目に取り組む姿勢など、現役でプロレスをしていた頃と変わらない
全力でぶつかり合う長州力が人々を引きつけているのは間違いありません。リング上で数々のイデオロギー闘争により伝説を築いた長州力。これからは戦いだけでなく、その生き様や言葉でも多くの人を魅了していくことでしょう。嘘をつかないで笑ってつまずきながら生きていってください。そういうことです。